どうも、フーチーズ渋谷店の錦戸です。今回はちょっといつもと違う雰囲気で、お送りしておりますが、ちょっとソファーをドカンと置いて、リビングルームっぽい感じのセットを組みました。ちょっと後ろにごついアンプがあるんで、圧がすごいですけれども、リビングルームだと思ってください。というのもですね、今回はこちらのギターをご紹介していくんですけれども、クルーズマニアックサウンドの CP02 というギターで、最近発売されたギターなんですが、これはですね CP01 という前身機種がありまして、それは4年前ぐらいにですね、すごいご好評で人気で全部完売してしまって、で、一回生産完了になって、それがやっと待望の復活という感じで、最近発売しました。で、発売にあたってですね、全く同じものではなくて、現代のプレイヤーだったり、音楽にですね、よりマッチするよう、諸々仕様をですね、マイナーチェンジして、おりますんで、新しく生まれ変わった、CP というギターに、なりますと。で、このギターが、薄型のフルアコースティック構造で、アンプに刺さなくてもですね、それなりに生音が、音量が出るんですね。で、その生音もブライトでオープンですごく気持ちのいいものなので、こういったリビングルームのソファーの隣とかにね、置いといて、気軽にこう手に取ってポロンとつまびけるような、もしくはその何かアイディアとかイメージが湧いたらすぐ手に取って作曲できるような、そういういつでもそばに置いておきたいようなギターだなと思いまして、今回はそのイメージで、皆さんにお伝えできるように、こういったセットで、お送りしております。というわけで早速生音がどんな感じか、気になると思いますんで弾いてみたいと思います。今この喋り声をこちらのコンデンサマイクで、収録しておりますけれども、生鳴りもですね、このマイクに向けて、弾いていきたいと思います。弾いてて心地よくてですね、ちょっとずっと弾いてたくなるような、サウンドでございます。一瞬試しで、ソリッドギターの、生音を出してみたいと思うんですけど、アコースティックギターほどもちろん音量は張らないんですけれども、ソリッドギターよりは音量が出てます。弾いててこう寂しくないというか、弾き応えのあるような、くらいのですね、音量感出てますんで、アンプラグロでも、心地よく弾いていただけるかなと思います。というわけで、CP01 という前身モデルがあったわけなんで、CP01 からどう変わったのかというのをですね、まずはご説明していきたいと思います。デザインとかはですね、全く変わってないです。ボディサイズとかボディデザインは変わってないんですが、ところどころ仕様が変わっておりますと。まず木材はですね、ボディは、プライのメイプルを使用しておりまして、ネックはマホガニー、指板はローズウッド。で、ブリッジもローズウッド。で、テールピースはブランコテールピース。となっております。ここは、変わりません。CP01 は、ラッカーのオープンポア塗装、吹きっぱなし塗装という木の鳴りをなるべく殺さないような、もうフルレンジで鳴ってくれるような塗装をですね、採用しておりまして、これによってちょっとヴィンテージサウンドを狙っていたわけなんですけれども、今回はあえてウレタンのグロス塗装をですね、採用しておりまして、ラッカー塗装に比べて、少し硬めの塗装になりますんで、耐久性もそうなんですけれども、主にこう低域が締まるような、サウンドにチューニングしてます。低域が締まることによって、広域もですね、きらびやかにクリアに聞こえるという。前のモデルが結構こうフルレンジでボーンって出るような感じのサウンドだったに対して、少しレンジ感をですね、整理してあげて、より扱いやすいとかサウンド作りがしやすいような、設計に、なっております。今回はですね、このモデルに向けてデザインされたクルーズのオリジナルのドッグイヤーが搭載されております。しっかり P90 らしいパンチ感とかですね、アコースティックな特性は持ちながらも、ノイズは抑えてあるというですね、非常に優秀なピックアップになります。あとはですね、ペグが、3連ペグというのは変わらないんですけど、5等線になってるんで、よりチューニングの精度と合成が上がったかなと。そして、フレットが
少し大きくなりました。ミディアムジャンボサイズを、採用しましたので、より軽いタッチで弾けるようなプレイヤビリティの高さに、つながっているかなと思います。あとは、以前もポットは CTS だったんですけれども、それに加えて今回は、ニューオールドストックのオレンジドロップを、コンデンサーをつけておりまして、シンプルな構造のギターだからこそ、電装系もこだわりたいよねということで、そういった風になってます。この辺の操作性に関しては後ほどまた音を出しながら、ご説明していきたいと思います。あとは細かい点ですが、ヘッドロゴがクルーズだけのシンプルな、ロゴになりまして、結構可愛くて、気に入ってます。あとですね、今回は、出荷弦、一番最初についている弦に、ダダリオのニッケルブロンズというものをですね、貼ってセットアップさせていただいております。この弦は、ブロンズを使ったですね、一応アコースティック用の弦としては販売されてるんですけど、試したらですね、こういう箱物ギターにめちゃめちゃぴったりというか、よくハマって、サウンドの特徴で言うとブライトでオープンでシャラーンって綺麗になってくれるような感じなんですけれども、この CP02 にもすごくマッチしてたので、まずはこの状態でお試しいただきたいなと思って、今回は出荷弦をそれにしてます。一般的なダダリオアーニボールの1046のニッケルラウンドワウンド、通常のエレキ弦でももちろんお使いいただけるんですけれども、まずはこれでお試しくださいという感じで、僕らからのおすすめとして、ご提案として、出荷弦は、そのようにしております。ではですね、アンプも使ったサウンドチェックに、移りたいと思います。CP01 の時もですね、こちらの小型の真空管アンプ、ヒストリークギターズの HG アンプを、よく使用して、動画を撮っておりましたんで、今回もこちらのアンプを使っていきたいと思います。ではまずはボリュームとトーン、前回から、始めたいと思います。という感じですね。で、ボリュームを少し絞ってあげるとですね、ボリュームマックスの時のちょっと大きめの音像からですね、ボリュームを絞ってあげると少し線も細くなってトップエンドも少し丸みを帯びてですね、少しコンプ感がかかったような、音になりまして、この音も結構、僕は好きで心地いいなと思います。もう一度やってみると、次にまたボリュームマックス戻して、今度はトーンをいじっていきたいと思います。トーンも絞るとですね、少し前の CP01 みたいな、老感がふーんと、広がるようなサウンドにもなってくれますし、結構強く絞れば、ジャジーなトーンも、出せるような感じになっております。すごくシンプルなコントロールなんですけれども、シンプルがゆえにですね、このボリュームトーンの効きとか、あとはこのピッキングする位置でも結構サウンドが変わりますんで、いろいろ工夫しながら楽しめるギターかなとは、思います。そしてですね、以前その CP01 はですね、よく僕ルーパーと一緒に動画を撮ってたんですけれども、というのもフルアコースティック構造の、ギターなので、パーカッシブな音が結構出しやすくてですね、これをルーパーに入れて、リズムとして使うことで、ギターだけでですね、こう、オケが作れるというか、そういう楽しみ方がハマるなと思って、よくやってたんですけど、それをちょっと今回もですね、やってみたいなと思います。では、ルーパー使うにあたって、エフェクトも用意しました。チューナーと、フィヨルドファズのロークですね。これはまあ、エコーエフェクトになります。で、ディトの X4。
というわけで、いかがでしたでしょうか。CP02 ですね。こういった真空管アンプを使って、オンステージで使うというのももちろん、今回みたいなね、こういうリビングルーム、ソファーなんかでこうつまびくには、最高のギターかなと思います。加えてですね、これはエルクのアコースティック用のミニアンプになるんですけれども、最近この手のですね、こう机の上とか、棚の上にポンと置けるようなデスクトップミニアンプみたいなものも流行っておりますんで、そういったものと合わせて使って、もらっても面白いんじゃないかなと思います。で、実際にですね、このエルクのミニアンプも鳴らしてみたいと思うんですけれども、ちょっと向きを変えましょうか。フレーズを作ったり、こう、つまびいたりして楽しんだりするのは、アンプラグドでもいいと思うんですけど、ちょっとループを使ってアドリブをしたいとかね、こう空間系エフェクトを入れてとか、歪み系エフェクトを入れて弾きたいっていう人は、こういうミニアンプもいいですよねっていう形で、ご一緒にご紹介させていただきました。というわけで、今回はクルーズマニアックサウンド CP02、ご紹介させていただきました。以前のモデルも素晴らしくご好評だったんですけれども、今回ね、もろもろ、現代のプレイヤーに向けて、現代の音楽に向けてですね、音楽シーンに向けて、よりブラッシュアップ、されております。もちろんですね、コントロールやトーンなど、あとは弾き方とかですね、弾く位置とかで、ローファイなね、オールドスクールなというか、トラッドなジャンルにも挑戦できれば、割とこう、現代的なアプローチもできますので、レンジ感はね、整理されて扱いやすくなってますけれども、振り幅的には、広がっているんじゃないかなと、思っております。というわけで今回はクルーズマニアックサウンド CP02 ご紹介させていただきました。ぜひとも、お手に取ってお試しいただけたらと思います。ありがとうございました。